第6回、いよいよですね背景の下書きに移っていこうかなと思います。そしたら、この背景をどうやって書き起こしていくかなというところに話を移していこうと思います。まずですねパースというお話がありましたけれども、この写真は何点透視を使ってやるのかな、何点透視を使う背景なのかなというのを自分で決めてあげます。実はですねこれはですねなかなかちょっと高度なテクニックになってきますが、はい、この線ですね、この線、はい、ここにですね、垂直に書きます。垂直に2本ずつ線を引きます。ここに四角ができますね。この四角をですね割っていくんですね。こうなるとちょっと考えやすいですね。ここにティッシュボックスがあってですね、これですね、このティッシュボックスがあって、この中に車が入ってますよ。そういうふうな意識で考えると、あんまりこう粘土みたいにね、ぐにゃぐにゃした形にはならないと思います。きちんとね、ティッシュボックスが、パースに沿っている、その中に入っている。だからそのティッシュボックスをちょっとずつ削ってあげたり、清書してあげるだけで車になっていくよいうことになるわけですね。こういうふうにですね分けて考える、手前にあるものから分けて書いていく、すると非常に混乱が少なく書けます。例えばここのところもね入ってます。今もう全部入ってますけれども、どこから書き出したかっていうとですね、ここです。信号機です。この信号機の一連を全部書いてから後ろにあるこの四角い建物を書いていく。すると混乱が少ないですね。やっぱりしっかり書いていくポイントとしては、手前にあるものから書いていきます。で僕はねさっきから一番最初にね書いたものにこう車が最初から入ってましたけれども、車はなぜ書いたかっていうと一番手前にあるからですね。この車を全部基準にしてですね全部書いていくというふうにしていくと下書きの時も混乱がないよというところになってきます。いずれにしろ付け足したり消したりしてですね思い通りの画面を作ることができるよというところは漫画のねキャラクターのところと同じです。ストーリーもそうですよね。いらない部分は消しちゃいますよね。漫画は背景でもそれができますのでそういうところを応用してですね皆さんも作りたい画面をですねまずは下書きで書いていく、書き進めていく。その段階でいらないなと思ったらですねここは飛ばす、ここは付け加えるとかですねそういうふうに判断していくとより良い画面作りになるんじゃないかなと思います。